今回の旅の目的地はスロベニア。雄大なアルプス山脈に代表される美しい自然を求めて多くの観光客が訪れます。この動画ではアルプスの瞳と呼ばれるブレッド湖を紹介します。リュブリャナ空港に到着したら空港ターミナルのすぐ外にあるバス乗り場に向かいます。緑色で示された平日のバスは本数が多いですが、土日は便数が大きく減るようです。リュブリャナ市内とブレッド湖に向かうバスは出発時刻が同じ場合もあるので、バスの運転手に行き先を確認しましょう。支払いは現金のみで 4.1 ユーロ。バスの中は清潔です。空港からブレッド湖までは30分バスに揺られます。スロベニアは英語が通じますが、こんにちはとありがとうだけでも使えると地元の人と仲良くなりやすいです。ブレッド湖のバス停に到着したら、最新の時刻表の写真を撮っておき、リュブリャナ行きのバスの時刻を把握しておきましょう。バス停はブレッド湖から徒歩2分の場所にあります。ホテルのチェックインまで時間があるので、まず湖の景色を紹介します。ブレッド湖では許可証を取得すれば釣りが可能です。遊歩道からは小さな魚しか見えませんが、湖の中心まで行って釣りをすれば体長1メートルを超える大物も釣れるそうです。午前中の空いている間にブレッド城へ向かいます。開館時間は朝8時から夜8時まで。山道を15分ほど登っていきます。ブレッド城は崖の上にそびえ立つスロベニアで最も古いお城で、中世には行政と防衛の要となりました。入場料の支払いは現金とカードの両方に対応しています。QR コードをリーダーでスキャンしたら城の中に入り、まずはブレッド湖の景色を見に行きます。カフェから見えるブレッド湖の絶景がこちらです。湖の中央に浮かぶブレッド島の建物は聖マリア教会で、教会の鐘を3回鳴らすと願いが叶うと言われています。昔々、若い女性が強盗で殺された最愛の夫が生き返ることを願って、ブレッド城の鐘を湖へと投げ入れました。しかし願いは叶わず、失意の女性はブレッド島に教会を建築するために寄付を行い、彼女の死後、一連のストーリーを聞いた教皇が新たな鐘を贈ったのです。ゴールデンウィークの時期には、地元の学生がイースターのために作った花束が飾られています。この角度からはブレッド城が断崖絶壁の上にあることを実感できます。お城の中にはレストランもあり、天気のいい日はテラス席で食べると気持ちいいですね。お土産屋さんも覗いてみましょう。豊かな自然環境に恵まれているスロベニアでは、トリュフと蜂蜜が代表的なお土産になっています。続いて博物館の展示です。ユーラシア大陸のヘラジカをエルクと呼び、北アメリカのヘラジカはムースと呼ぶそうです。ブレッド城とブレッド湖からズームアウトすると、トリグラフ国立公園の中にあるボーヒン湖が見えます。ブレッド湖の3倍の大きさがある湖で、動画の後半でボーヒン湖を紹介します。
この小さな入り口の先には 2.5 ユーロで試し飲みができるスロベニア産のワインが売っています。そろそろランチの時間なので、カフェで何か軽食を食べます。メニューは英語とスロベニア語が併記されています。ブレッドに来たら一度は食べたいクリームケーキを注文します。ケーキをより美味しく食べるために湖が見える座席を確保します。サクサクのバター風味の生地に濃厚なカスタードクリームとホイップクリームの2層を重ねたシンプルながらも味わい深いケーキです。ケーキに 6.5 ユーロも使ってしまったので、ランチはスーパーで調達します。スロベニアはヨーロッパの中では物価が安く、サラダは300円から400円で買えます。サンドイッチも400円から500円とお手頃な値段です。ランチを済ませたらブレッド湖周辺を散策します。ブレッドでは馬車に乗るアクティビティや空を飛ぶ鳥の気分を味わえるパラグライダーが人気です。ブレッド島の聖マリア教会に行きたい方は、電動ボートか手漕きボートに乗せてもらうか、ボートをレンタルして自分で漕いでいくことも可能です。手漕ぎボートは乗客が集まったら出発します。ボート乗り場は数カ所あって、場所によってボートに乗っている時間が異なるので、船酔いしやすい方はブレッド島の近くにあるボート乗り場まで移動することをお勧めします。ブレッド湖の手漕ぎボートを漕ぐためにはライセンスが必要で、代々受け継がれてきた家族にしか与えられません。ボート往復で18ユーロ、1時間に1往復で1回あたり20人ほど乗れるので、時給は360ユーロ、日本円で約6万円弱です。湖の周りの散策を楽しんだ後は、湖を見下ろす絶景スポットまでハイキングします。木の根っこが出ていたり、足場が悪い場所が多いので、登山用の靴があるとベターです。10分弱歩くと綺麗な景色が見えるので、ここまで頑張って歩いたら引き返すのも一案です。片側が崖になっていて、傾斜角度が70度以上ある階段を上るポイントもあります。ここからの眺めは先ほどの眺めとそんなに変わりません。歩くこと30分、ビューポイントに到着しました。ポストカードのようなブレッド湖の絶景は本当に素晴らしく、30分かけて登る価値は十分にあります。続いて別の絶景スポットに向かいます。ここから20分くらいのハイキングコースです。とても急な下り坂があったり、岩にロープがつけられた急な上り坂を進みます。75分のハイキングを終えたら、湖の周りを一周してブレッド中心地に戻り、レストランで夕食をとります。1903年創業の老舗レストラン。天気もいいので屋外の席に座りました。ここはスロベニアの伝統料理の種類が豊富で、前菜はパスタ入り牛肉スープ。メインは種類がたくさんあって迷いますが、豚のヒレ肉と
チーズダンプリング。飲み物はおすすめされているピノノワールです。スロベニアの日曜のお昼にパスタ入り牛肉スープは必ず出るそうで、骨付きの牛肉やパセリの根っこなどを数時間じっくり煮込んで作ったスープは心がほっとする味です。メインプレートが運ばれてきました。豚肉のヒレ肉は少しパサついていますが、蜂蜜と合わせると絶妙なバランスになり、赤ワインと合わせると完璧です。チーズダンプリングはもっちりした食感で、私はお肉よりこちらを気に入りました。翌朝、宿で朝食を済ませた後、バスターミナルにやってきました。9時13分発のボーヒン湖行きのバスに乗ります。バスの運賃 3.3 ユーロは現金で運転手に払います。ブレッドからボーヒン湖まではバスで40分。車窓からの景色を楽しみます。バス停に着いたら目の前にはトリグラウ国立公園が広がります。バス停の反対側にはビジターセンターがあり、水や食料を調達できます。ハイキングを始める前に帰りのバスの時間を確認します。黄色の紙に書かれた時刻表を見ると、ブレッド湖やリュブリャナ行きのバスは平日は1時間に1本は出ているようです。ボーヒン湖はブレッド湖より自然がより手つかずで残っていて、透明度抜群の水と壮大な山々に囲まれた静かな湖です。岸辺には多くの魚が集まり、ベンチに座ってぼーっと湖と山々を眺めるだけで本当にリフレッシュできます。おすすめは往復3時間のハイキングで、高低差も500メートルと負荷はそんなに大きくありません。それではボーヒン湖を出発して山の絶景ポイントを目指します。私がハイキングしたのは4月下旬で、最高気温は22度、気持ちのいい天気でした。10分歩くと駐車場があり、駐車場の右側の登山道を登っていきます。ハイキング開始から60分、一つ目の絶景ポイントに到着しました。ヨーロッパアルプスの美しさを凝縮した風景で、切り立つ山々、大きな湖、牧草地が広がります。左手にある木造の建物は食事をとれる山小屋です。この山小屋の先に2つ目の絶景ポイントがあります。ハイキング開始から80分、どんな景色が見えるでしょうか。風光明媚な景色ですが、正直1つ目の絶景ポイントの方が眺めは良かったです。私はここからさらに2時間ほど歩き、標高1800メートルの場所まで行きましたが、傾斜が信じられないほど急なので、あまりおすすめはできません。動画のご視聴ありがとうございました。